それでは1番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。今回のテーマは、あの人から連絡は来ますか？音信不通の方、既読スルーの方、また未読になってしまっているという方向けのリーディングです。よろしくお願いします。まずは最初にお二人のバランスっていうのを見ていきます。こちらのトランスペアレントオラクルカードで1枚ずつお二人のお気持ちバランス見ていきます。シャッフルして7枚目をそれぞれもらっていきます。最初に出すのがあなたのお気持ち、2枚目に出すのがお相手ということで2枚を比較して見ていこうと思います。はい、ではあなたから見ていきます。はい、こちらのカードですね。次はお相手です。はい、こちら1枚出していきます。今回はこの2枚で、出していきます。プラスシャドウキャットのカードを使って見ていきます。そうですね、カードを足してみないとわからないんですが、そのコミュニケーションにおいてのズレっていうのを感じます。もう少し見ていきましょう。はい、それぞれのお気持ちを出す。で、まず見ていきましょう。あなたはそばにいるよっていうカードですね。どんな違いがあっても、どんな環境にいても、どんな時間帯でもずっとそばにいたい。そんな気持ちが出ています。お相手の方はじゃれ合いです。あなたと一緒にコミュニケーションを取り合っている時はすごく楽しかったし、遊び心があった、余裕があった、ドキドキワクワクしたりしながら楽しくコミュニケーションを交わしていたんだっていうことは、お互いそれぞれの気持ちとして見ている限りだと、一緒にいて楽しかったなとか癒されたなとか、そういう気持ちが出てきています。今音信不通になっているっていうことで見ているんですけど、少しタイミングの悪さだったりとかズレっていうのがあるんじゃないかなと思ったんですね。特にあなたの方が、例えばなんですが夜忙しいとか、お相手の方が若干夜空きがあるとか、その時間帯のズレっていうのも感じますし、またコミュニケーションのツールが変わったような気もします。伝え方が変わる、SNS の場が変わるとか、今まで LINE 使っていたんだけど LINE 使えなくなっちゃって電話だけになっちゃったとか、そのツールが変わったような気もします。お相手の方の変化っていうのがあります。コミュニケーションの、主としている部分、ものが変わったっていうのが入ってきますね。DM だったんだけど DM じゃなくなったとか、あとは時間帯っていうのも入ってきます。あなたの方ではずっと待ち続けるっていう気持ちがあるんじゃないかなとも思うんですね。そしてお相手の何気ない一言っていうのが心に残っている。それでなかなか返信できないっていうあなたもいるかもしれないです。はい、では続けてみていきましょう。実際お相手から連絡来ますかっていうところでエンジェルアンサーカード出していきます。はい、ではこちらのエンジェルアンサー、こちらをシャッフルして1枚答えをもらっていこうと思います。お相手から連絡は来るんですか？でこれを見る限りだと、あんまりそのお相手の方であなたと連絡することは嫌じゃなかった、苦じゃなかったんじゃないかなと思うので、今連絡が取れていないんだったら他にお気持ちじゃないところに、答えがあるような気がします。お相手から連絡来ますか？はい、では1枚もらっていきましょう。このカードですね。
もっといいことがこれから訪れます、今の現状より良くなっていきますというふうに見てもいいかなと思います。もっといいことありますよっていうことなので、今の現状よりいいことあるよっていうこと。そして思うのは、少しタイミングが合わないだけで気持ちが離れてしまったとか、そういうことはないような気がするんですよね。お互いの連絡の時間帯、連絡取り合う時間帯にちょっとズレがあるとか、そのコミュニケーションの仕方がちょっと変わったとか、それによって、環境が変わるってことももちろんあると思うんですけど、それによってちょっとズレが生じてる、時間帯のズレとかですね、タイミングのズレが生じていて、うまくまだ噛み合っていないのかなっていう感じはします。でも伝えたいことはお相手の方ではあるし、あなたも待ってるっていうのは伝わってくるので、状況はより良い方向へとなっていくっていうことで、連絡来るでしょうっていうふうに見ていきます。じゃあそれはだいたいいつぐらいなんですかっていう具体的な、数をトランプで出していきましょう。で、連絡来るということだったので、いつ来るのか、そしてお相手は今どんな気持ちでいるのか、これからどうしたいのかっていうところに焦点を絞って見ていきます。まずいつ来ますかっていうことで、12っていうのがラッキーナンバーとして入っています。12日後や12のつく日や12のつく時間帯に来ると思いますね。お相手の方から連絡してくれると思うので、落ち着いて冷静に待ってみましょう。不安でどうしようもないとかっていうね、そういう気持ちも伝わってくるんですけど、ここは慌てずにとか、あんまり不安になりすぎずに、落ち込みすぎずに、で状況をよく見ると、何が変わったのかとか、何がずれているのかっていうのがよく見えてくると思います。多分今不安な気持ちが大きくて、連絡来ないからどうしたんだろう、何かあったのかな、嫌われたのかなとか、そういう気持ちが強くなっているようにも感じます。ではこの後もっと詳しく見ていきましょう。ではタロットカードを使って見ていきます。で、連絡来そうっていうことなので、いつっていう具体的な数字も出しました。あとはお相手は今どんな気持ちでいるのか、これからあなたとどうしていきたいと思っているのか、このあたりも見ていきましょう。はい、こちらのカードで出していきます。これを見る感じだと、お仕事が忙しいんじゃないかなっていうのが出ています。仕事が忙しくて体調崩しちゃったとか、やることいっぱいありすぎて忙しくってちょっと余裕持って楽しい会話ができないとか、落ち込んでいるから今そっとしておいてほしいとか、落ち込んでるっていうのはあなたとの間で何かがあったとかではなくて、この方の生活で今大変だからっていうのが今一番入ってきますね。なのでその連絡は必ずするからっていうのは入ってくるんです。だから待っていてほしいなっていう気持ち、あまりせかされたくないっていうのはあります。なので怒らないでほしいなとかね、待たせてしまって本当に申し訳ないんだけど、どうかね待っていてほしいとか、不安にならないでとか、不安になっちゃうのも汲み取ってるんだけども、申し訳ないっていう気持ちが出てきていますね。いろいろ考えすぎてしまう考え事がたくさんあって、やんなきゃいけないこととか、急に起きてきた出来事とかもあって対処しなきゃいけないことがあるから、返事するねって言って、それが少し先延ばしになっちゃって、今週返事するよって言ったことが来週になってしまったりとか、ずれ込んでしまってることに対してはすごく申し訳ないなって思ってるんだけど、ちゃんとあなたと向き合って連絡するっていう気持ち意思はあるから、
やっぱりこの多少のズレですよね。時間のズレとか、は今あるんだけど、そこはごめん多めに見てっていう風に出てきています。あなたへの思いはちゃんとあるからっていう風にね、お相手が言ってるんですよ。だからどんなことがあっても信じてほしい。で、そしてどうかね、あなたはあなたの身の安全の確保をしておいてねっていうのが入ってくるので、お相手とあなたと喧嘩しちゃったよとか行き違いが起きちゃったよっていう方については、そのお相手を深く責めすぎずに、自分のことも深く責めすぎずに、そしてお相手が今自分のことをなんとか、心のね整理とかしたりとか落ち着きさを取り戻そうとしているから、あなたもどうか自分の心を穏やかにさせるように安全な場所で身を隠してねってことが伝わってくるし、喧嘩していなかったとしても、お相手今ちょっとやることいっぱいあって頭抱えてるので、それはあなたとのことではない。だからお相手が落ち着くまでちょっと待っててって、あなたの心の中がざわざわしたりとか不安でいっぱい、頭の中いっぱいになっちゃうかもしれないんだけど、大丈夫、気持ちはちゃんとあるし、連絡しようって思ってるし、連絡取った時にはごめんねなかなか連絡できなくてって、そういう気持ち言葉として伝えようっていうふうに思ってるって。だからそれがあるまではごめんだけどちょっと落ち着かせて待っていてほしいっていうふうに出てきています。連絡は実質あると思いますよ。あるけど、もしそこであなたがなんで連絡くれなかったのとか拗ねちゃうとちょっとショックだなっていうところもあるから、あなたの気持ちを落ち着かせてっていうのは出てきています。すごく嬉しいこと、お知らせとかを持ってやってくるから、もう少し待っててっていう風に言われていますね。あなたが今連絡取れなくなってどれぐらい経っているでしょうか。そのお相手の状況とかはどうでしょうか。あなたから見てもお相手今忙しいなとか、こういう理由があってなかなか連絡取りづらいだろうなとか、そういうことを感じていますか。もし感じているんだったら、しばらくね自分のことに集中して落ち着いて待ちましょう。そしてアドバイスカードはジャッジメントのカードが入っています。大丈夫、あなたの支えにお相手なってくれてるし、これからもそれは変わらないって。コミュニケーションの仕方とか時間帯とか回数とかが変わるかもしれないけど、気持ちはずっと残ってるよっていうことが出てきてるんですよね。そしてこれから近未来もあなたに連絡しようっていう気持ちがちゃんと現れているから、そこであなたはそのまま受け取ってほしい、何事もなかったのかのように明るく接してほしいとかっていうのが入っているんですよね。どうですかね。ここにジャッジメントっていうのは再会とか復縁とかも込められているので、長らく音信不通だったとしてもようやく1年ぶりに連絡来るかもしれない、そういう方もいると思うんですよ。ジャッジメント再会なので、ずっと連絡取れなかった人も中にはいるかもしれない。でもお相手は連絡してくるよっていうふうに言われているので、あなたの元へ帰ってきます。それではこれからお相手どうしたいっていう風になると、やっぱり再会復縁とか、また新しい関係性とかより良い関係性になりたいっていう風なことは言ってきてくれてるので、そこに当てはめてください。復縁、再会、仲直りとかより良い関係性に。数日間連絡取れていなかっただけなんだっていう方だとしたら、お相手多分ねいろいろやることあってちょっと今一人になりたいかなっていう感じです。そこから抜け出していけばまたあなたに連絡くれると思うんですね。あなたがそうですね、アドバイスもらう前に、あなたから連絡するんだったらどんな連絡したらいいのとかっていうのももらっていきましょう。お相手からの連絡を待つのではなく、じゃあ私から何かしてもいいですか、お相手に連絡してもいいですかっていうことで、まずトランプから、あなたから連絡するんだったら6のつく時に連絡してみてください。6日後とか6のつく日、16時とかね、6時とか6がラッキーナンバーです。でその時にやはりお相手とのバランスをよく見ながらっていうのが入ってくるので、できるだけ楽しい気持ちにとかリラックスする気持ちにお相手をさせてあげること。あんまり問い詰めたりとか、最近どうしたのとか、なんで連絡くれないのとか、何したのとかではなくて、なんかその今まで通りの2人、連絡取り合ってた頃の2人のままの感じで
出してくれるとお相手もすごくやりやすいなっていうのは出てきています。もう少しアドバイスもらっていきましょう。はい、ではシャドウキャットからももらっていきましょう。私から連絡するんだったらどんな風に連絡をしていけばいいのっていうところで、ただお相手の方からね連絡するよっていう風に言ってくれてるから、あとはその時にあなたがしっかりと受け止めてあげること、がっかりした、失望したよとか、連絡くれないなんて思ってなかったよとか、そういうことを言わなければ、なんかこう怒りに身を任せてしまって感情的に喋ってしまったりとか、それ取り乱してしまったりする可能性があるので、それをちょっとお相手は恐れてるというか、怒ってないといいなっていうふうに思っているところがあるから、たとえ心の中はふつふつと怒っていたりとか不安な気持ち抱えていたとしても、平然を装ってこの仲良く連絡取り合ってた頃のようにさらっとね連絡してあげると喜ぶんじゃないかなと思います。そして、こちらですね、家族団らんのカードが入ってきました。やっぱり温かさっていうエネルギーを出していきましょう。ほっと一息つける場所があなたなんだよっていうこと。お相手今なんで連絡くれないのかなって言ったら、ソードの8が出ているんですよね。多分やることいっぱいあるとか、なかなか思うように動けないとか、連絡取りたいんだけどやることいっぱいあって連絡できないとか、そうですね、自分で自分のこと責めちゃってるとか、そういうこともあるんです。連絡取ろうって思ってるうちに取れなかったりとかして、それがどんどん間が空いていくと、それだけ自分のこと責めちゃう。あの時連絡しなかったから連絡しようと思ってたのに連絡しなくて、返事返さなくって、こんな2週間3週間とか経っちゃって連絡しづらいなとか、そういうことを思っている可能性もあるんですね。でも連絡してきます。この人の方から連絡してくると思います。でもちろんあなたの方から連絡してもお相手はそれを受け取ってくれると思うので、返信しやすくなるっていうのもあるかもしれないです。温かいエネルギーをお相手に注いでいきましょう。そう、どうしていたのとかではなくて、連絡しようと思っていたんだけどっていう風に言われると思うんですよね。ほんとごめんねって。でも気持ちがあるから、どんなにタイミングがずれても連絡してくるんだと思います。ゆっくりゆっくり確実に育んでいきたいっていう気持ちがやっぱり出てきているし、あなたとこれからやっぱり自分で連絡しようって勇気持って連絡しようっていう風に思ったりとかすると思うんですよね。だから思い立って連絡入ってくると思うんですね。はい、なのでいろんな変化があると思う。その不安だったりとか期待だったりとか、今何してるんだろうとか、そういうこともいろいろ含めて、それでも自分の中の気持ち、しっかりと安全を確保して暖かい場所を作って待っていてねっていう風に出てきています。決して嵐に飲まれないようにっていうことと、そしてあなたから連絡するんだったら温かく迎えてあげるとか、いつでもいいよっていう風に言ってあげるとか、そういうことで連絡取ってあげるといいのではないかなと思いました。そしてカップのクイーンのカードもここに出てきています。あなたから連絡するんだったら、まず自分の気持ちを大切にしてください。そしてあなた自身が心が落ち着いていることがとても大切です。自分の気持ちがざわざわしている状態で焦って連絡してしまっては、この団らんの時間を作ることができない。あなたがゆっくりと薪を組むかのように、心に余裕が持てるようになったら連絡してください。それがお相手が喜ぶ連絡法の一つ、アドバイスとして入ってきていました。なのでまずは自分のケア、セルフケアをして落ち着かせてから、そしたらもっといいことあるよ、今の現状よりも良くなっていくよっていうふうに言われています。では、好転アドバイスもらっていきましょう。お相手から連絡来そうっていうことだし、お相手あなたに対してお気持ちちゃんと持ってますから、間もなくこれね、そのワールドっていうのが祝福を表してるんですよね。よくやったね、頑張ったねっていう風に言われるとすごく嬉しいだろうし、今まですごく頑張ってきたってことを多分伝えてくると思うので、その時に
頑張ったねとかね、よくやったねとか、これからも応援してるよでもいいし、そして何よりあなたを表す位置にワールドが出てるので、お相手にとってあなたってやっぱりなくてはならない存在だと思うんですよ。何かあって音信不通になってるとは思うんですがね、だけど連絡は来ると思います。はい、ではアドバイスカード、こちらから1枚もらっていきましょう。まずコミュニケーションを表していますね。ネガティブなエネルギーから身を守りましょう。セレスタイトのカードです。はい、そうですね。チャクラとしては4、5、6が入ってきているので、ちょうどハートチャクラからサードアイのチャクラまで、胸、喉、そうですね、そして口、鼻を通って額のあたりまでのこの一連のところなので、やっぱりコミュニケーションや思考を表しているのかなと思います。不安な気持ちを取り除いて、お相手を信じる気持ちを忘れずに、そして今自分の中の体調の管理、特に心の管理っていうところを注目してみてください。考えすぎてしまっていないか、もやもやしていないか、そして言いたいことが言えているか、それは走っている言葉は前向きな言葉なのか、ネガティブな言葉なのか、誰かを傷つけようとしている言葉なのか。傷つけようとする言葉であれば、そこは穏やかな言葉に変えましょう。そしてハートチャクラだから心を開いてお相手とコミュニケーションを取れるっていう風に信じましょう。今そのハートチャクラが多分乱れやすくなってるんだと思います。そこは感情やコミュニケーションや思いやりを表す場所のチャクラですね。ここを整えるために何をすればいいかって言ったら、グリーン、チャクラの色がグリーンかピンクなんですよ。なのでグリーンかピンクのカラーを取り入れたりとか、イメージしながら瞑想すること、心のバランスを整える、そして自然に触れて自然からのプラスのエネルギーをもらう、マイナスイオンをもらうようなイメージです。温かいエネルギーをもらって心を落ち着かせること、あとはそうですね、胸を開くポーズの運動をしたりとかもいいと思います。ストレッチとかねもいいと思うので、このあたりうまくほぐして心のバランスをとってみてください。で、コミュニケーションがうまく取れるよっていう風に言われているので、あなた自身が柔らかくいられるように、そして温かくいられるように、そういうお気持ちでお相手に寄り添ってあげてください。私はいつでもここで待ってるよっていう風にアピールすると連絡しやすいんじゃないかなとも思います。はい、ぜひネガティブなエネルギーから身を守ってください。そうですね、今バランスが必要な時とも言えるでしょう。自分自身のバランスだったり、お相手とのバランスをもう一度見直してみる時、今だったらバランスうまく取れていくと思うので、はい、もうね、バランスのメッセージも入っていますから、調和がうまく取れる時とも入っています。だから荒れていた心がだんだん落ち着いてくる時とも言えるでしょう。ぜひこちらを参考にしてください。ではお選びいただいたオラクルカードからもメッセージをもらっていこうと思います。お待ちくださいね。待ち望んでいた結果がこれから訪れるだろうっていうことも出てるし、そうですね、あなたがしっかりと、土台はしっかりともう作り上げられているので、あとは心を落ち着かせるだけだよっていうふうに言われています。お相手からやってくるでしょう。はい、もう基盤は出来上がっていますから、あとは落ち着いてゆっくりと冷静にっていう風に出ています。そしてお選びいただいたこちらのカード、これは粘り強さを表しています。あなたの揺るがない心が必要になってきます。そして努力っていうワードも入っていますので、何に努めていく、力を込めていくのか、そこを見極めていきましょう。多分このね、穏やかさっていうのが入ってくるので、温かさとかね、穏やかさとか、やっぱり一緒にいるよとか、待ってるよとか、そういうことだと思うので、そこを努める、努力する、そうなるように、穏やかさを保てるように努力するとか、心の平穏を取り戻すっていうことがアドバイスなのかなとも思います。頑張りすぎていた方は自分の体をいたわってゆっくりとくつろいでお相手のことを待っていましょう。心の余裕が幸運を運んでくるでしょう。ぜひこちらをお受け取りください。今回はあの人から連絡は来ますか
ということで様々いらっしゃると思います。連絡ずっと取れていませんとか、既読スルーなんですとか、不安でしょうがなくて 2,3 日連絡取れていないっていう方もいれば、1ヶ月2ヶ月と連絡取れないっていう方もそれぞれいらっしゃると思うんですが、1番さんお相手から連絡やってくるというふうに出ましたので、ぜひ余裕を持って待ってみてください。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。今回のテーマは音信不通、あの人から連絡は来ますかというのをテーマに見ていきます。音信不通や既読スルー、未読スルーの方向けリーディングです。ではトランスペアレントオラクルカードをシャッフルしていきます。こちらからそれぞれのお気持ちのバランス見ていきましょう。2枚出していきます。で、音信不通とか連絡取れないっていう方以外にも、今まで普通に連絡取り合っていたんだけど、今ちょうど連絡取れなくて1週間2週間経っていますとか、そんなに日数経っていないんだけどこれからもお相手と連絡取り合いますかとか、そういう方でも見ることができます。はい、ではこちらを混ぜ合わせてシャッフルして見ていきましょう。一番最初に出すのがあなたのそのお気持ちのバランスっていうところと、2枚目に出すのがお相手のバランスっていうところで、こちらのカードをもらっていきます。カットしていきます。はい、見ていきます。はい、こちらがあなたのバランスです。はい、そしてこちらがお相手ですね。あなたからしてみたらお相手冷たいなっていう風に思ってるなっていうのが伝わってきますね。もうちょっと優しくしてくれてもいいんじゃないのっていう感じもしますし、そうですね。でもあなたの方でもなかなか思ったことを言えないとか、お相手と分かり合えないのかなとか、中にはそのいろんな情報に左右されちゃうよって、いろんな声が聞こえてくるんですよ。噂話ですね。お相手がこういうことをしていたよ、ああいうことをしていたよっていうのを SNS で見ちゃったりとか、人から聞いたりとかするようで、それで迷っちゃうなっていう方もいるしね、揺らいじゃうなっていう方もいると思うし、何よりも今あなたが傷ついてるっていうのが伝わってきます。お相手もちょっと冷たいかなっていう感じであなたの方から見えていると思いますね。でもなぜじゃあそうなのかなっていうところももうちょっともらっていきましょう。シャドウキャットのカードからお互いのお気持ちそれぞれまたもらっていきます。まずはあなたに1枚、こちら見ていきましょう。物事が始まっていく、そろそろ動こうかなっていうところですね。 Get moving、 動き始めると飛び出してきたんですが、1枚ずつカードを出していきましょう。あなたの方のお気持ちで見ていくんですが、これ黒い雲がもくもくとしていて、その中のんきと言いますか、あくびをしている様子が見えているんですが、本当は事態としてはかなり深刻っていう風に捉えているんですけど、でもその信じてる気持ちがあったりとか、連絡来ないけど来るんじゃないかっていう期待があったりとか、状況がそこまで飲み込めていないっていう方もいるかもしれない。それはいろんな情報が入ってくるのと、あとあなた自身が傷ついていて現実見たくないなとか、連絡取れなくなってどれぐらい経つんだろうっていうことをあまり考えたくないなっていうのも入ってきますね。状況が暗闇というか黒い雲がやってきているんだけどっていうようなね、そういうあなたの心に覆いかぶさってくる影が今入ってきてるような状態なんだけど、そこをあまり見たくないなっていう、そういうお気持ちだと思う。傷ついているから今あなたには癒しが必要だっていうのが出てきているし、お相手は本心を言わないっていうカモフラージュのカードが入ってくるんですね。だから何を考えてるかわからないとか、あなたからしてみたら
はっきりと言ってほしい。それがたとえ連絡してこないでとか、連絡取り合うの迷惑っていうことだったとしても、どっちなのかはっきりしてほしいとか、つかみどころのない返答をされるとかね、そういうふうに感じる方もいるかもしれない。あとは本心が見えなくて、何考えてるんだろう、もうちょっと優しくしてくれればいいのになとか、もうちょっとこっちの気持ちを汲み取ってくれたら嬉しいんだけどなって、お相手の言動で左右されてしまって、不安な気持ちがどんどん膨れ上がっていくって、そんな方もいると思うんです。で、飛び出してきたこの、指導ゲットムービンのカードが、物事がこれから動き始めるよってことが言われているんで、どんな風に動いていくのかなっていうことと、あとはエンジェルアンサーで早速出していきます。お相手ね、まだ本心今本心出していないよっていうことがあるから、まだ隠れている本心があると思います。で、このエンジェルアンサーのカード、ノーっていうカードも入ってますし、イエスっていうカードも入っています。このカードを今からシャッフルして、聞いていきます。お相手はあなたに連絡してきますか？はい、見ていきましょう。人々が助けてくれる、助けになってくれる人が現れますよとか、みんなが応援してくれるから物事は良い流れになっていく、助けになってくれる人がいるから、あなたの望みは良い方向に流れていくでしょうっていう明るいカードが入ってきました。ということで、これは連絡が来る可能性があるっていうふうに見ましょう。すごくポジティブなカードで、周りの人が助けてくれるからっていうことは言われていますね。はい。なのでイエスとして取っていきましょう。じゃあそれっていつなのっていうことで見ていこうと思います。具体的なナンバーをトランプからもらっていきます。だいたいどれぐらいになりそうですか？仲を取り持ってくれる人たちがいそうですね。相談に乗ってくれたりとか、仲介してくれたりとか、仲裁に入ってくれたりとか、頼れる人頼りましょう。まずは連絡来る日数見ていきましょう。9です。9のつく日、9月もそうですし、9のつく日や時間帯も、または9日後、9週間後など、9がナンバーとして入ってきます。ただしかなりネガティブなエネルギーを感じるので、あなたかお相手かな、ちょっとネガティブな感情を持っている可能性があります。ネガティブっていうのはいろんな意味合いがあります。自分自身を責めている意味のネガティブなんです。あなたのことを責めているわけじゃないんだけど、自分がなかなか連絡しなくて申し訳ないなっていう気持ちなのか、それとも言いたいことを言えていない、本心隠しているってことで、言いたい本音を言えずに後ろめたい気持ちがあるのか、少し明るい気持ちで、いや元気とかそういう感じではなさそうですね。ちょっと申し訳なさを持ちながら連絡してくるようなイメージ、感じがします。じゃあなんで連絡してくれなかったのかなとか、そういうところももらっていきましょう。傷ついてますよね、あなたが。お相手の態度とかを見ていて、なんで連絡くれないんだろうとかで、あとはこの助けになってくれる人の特徴をまず最初に出しましょう。こちらのカードから出します。助けになってくれる人たちの特徴について教えてください。それはどういう人ですか？まず1枚出すのと、タロットでも出しましょう。はい、こちらのタロットを出して、まず最初に助けになってくれる人の特徴を出して、その後にお相手連絡くれそうっていうことなので、今までどんな気持ちだったの、これからどうしたいと思ってるのっていうところをちゃんと聞いていこうと思います。まずは助けになってくれる人の特徴として出しましょう。節制のカードと、もう1枚こちらですね。ダイヤモンド、永遠の絆をもたらしてくれる、愛と光の最高の価値
を与えてくれる。そうですね、直感力に冴えている方だったりとか、あと自分に自信のある方、明るい方で自己肯定感の高い方、ポジティブな発言をされている方や、あなたから見て輝いてるなっていうふうに思う力のある方、パワーのある方が支えになってくれる、光の存在としてあなたを導いてくれたりとか、お相手とあなたの間を取り持ってくれると思います。そして具体的にここに惑星星座のカードが印が入っているので、このまま見ていきましょう。まず天秤座、あとは双子座、そしてお羊座、獅子座、この辺りの星座を持っている方々があなたの力添えになってくれると思います。一人じゃないかもしれません。たくさんの人に囲まれているので、複数人いらっしゃるかもしれないっていうことですね。そしてあとね、14っていうナンバーがこう続いているので、14っていう数字を持ってらっしゃる方、誕生日だったりとかですね、その14っていうナンバーもぜひ押さえておいてください。そして節制のカード、これがこの方の特徴ですね。ゆったりとしていて話を聞いてくれる聞き役の方ですね。あとアイディアを授けてくれるような、そういう方です。話を聞いてこうしたらいいんじゃないっていうふうにアドバイスをくれるような方で、あとはですね、自分っていうのが何なのか、自分軸を持っていらっしゃる方ですね。自分の物差しで判断してアドバイスをくれる。なので世間一般的な、案じゃないかもしれない、意見じゃないかもしれないけど、私はこう思ってるよっていう風にはっきりと言動で示してくれるような方だと思います。ズバッと喋ってくれる方だと思うんですね。自分自身で今まで判断して生きてきたんだって、自分の生き方は自分で決めてきたっていう、そういう強い方だと思うんですね。そしてあまり制限とかっていうのをこの方自身にかけていないので、自由な方だと思います。調整能力もあるんですけど、自分の思うように生きてきたわっていうような己っていうのをよく知っているし、自分軸っていうのをしっかり持っている、このような方が、男女問わずね、性別問わずこのような性質を持った方が助けに入ってくれるんじゃないかなっていうふうに出てきています。あとはやっぱり眩しい方や、あなたと深いご縁や絆を持っている方です。大親友だったりとか、家族、ご縁の強い方だからね、そういう方ですね。その方とお茶をしたり、食べ物、そうですね、飲み屋に行って飲んだり食べたりとかしながら相談して、そして導いてくれるような、お相手との間を取り持ってくれるにしても、みんなでご飯食べに行かないみたいな感じでどっちにもやり取りしてくれるような、そういう人だと思います。はい、ではこの方の特徴を出していきました。では続けてもう一度カードを切って、お相手に今度尋ねていきます。あなたにどうして連絡くれなかったの？どうして本音を見せられないの？そして連絡しようっていうふうに思ってる。それは誰か助けに入ってくれる人がいるから、間を持ってくれる人がいるからなんだろうけど、じゃあその後にあなたとどういうことをしていきたいのっていうふうに見ていきましょう。はい、こちらの7枚で見ていきます。やはりその間を持ってくれる方は女性の方なのかもしれませんね。ゆっくりと読ませてください。なんで連絡くれないのとか、なんで本心見せてくれないの。まず本心見せてくれないっていうことに関しては、自分の中の気持ちがうまくまとまっていないからだっていうふうに出てきているんですね。それは不器用なのかもしれないし、どうやって伝えたらいいんだろうっていうふうに悩んでいたりとか、うまく伝わらない、伝えてるつもりなんだけどあなたに伝わらないなとか、そんなつもりじゃなかったんだけど傷つけちゃったとか、ついカッとなって出てきてしまった言葉であなたを傷つけてしまったからどうしようっていうふうに思ってるかもしれない。感情的になりすぎちゃったなっていうふうに思っている可能性もあります。まだ
なんかこう自分の中で切り替えがうまくできないからだっていうのが入ってくるんですね。それが連絡できない原因とか、お相手が本心を見せられない原因として入ってきています。自分の気持ちがちゃんと見せられていないっていうのは自覚しているし、なぜかって言ったら、ちゃんと伝える準備ができていないのか、やり方がわからないのか、思ってもみなかったようなことをね、ちょっと天の弱に喋ってしまうのか、この人の癖なのか、分かってるんだけど、うまくこうリセットできないっていうか、伝えやすいやり方で伝えることができないんだっていうのがまず原因で入ってきます。なんで今まで連絡くれなかったのっていうふうに見ていくと、ここはなんか自分一人じゃ連絡できなかったんだ、自分一人の力じゃ連絡できなかったんだっていうのが入ってきてるんですね。ごめんねって、私の自分の力だけじゃあなたに連絡取ることができなかった、でもごめんねってことは伝えたいって、で周りから多分言われたんじゃないかな、連絡取った方がいいんじゃないとか、あの子気にしていたよみたいなこと言われて、なんかせっつかれて、なんか連絡しなきゃっていう風にこう促されてね、なんかきっかけ欲しいなって思っていて、で一番最初に出てくる言葉がごめんねだと思うんですよね。連絡なかなか取れなくてごめんねっていう風に出てくるかもしれない。今ちょっと責任から逃げていたとか、返信することに対して強く責任感を感じちゃって、返信しなきゃいけないんだっていうふうに思い込みすぎていて、気を張り詰めすぎていたっていうこともあるかもしれないんだけど、ごめんっていうふうに多分出てくると思うんですね。多分その連絡できなかったっていうのは、うまく思いを伝えられなかったとか、考えてることとか伝えることができないからとか、あなたとは思考パターンが違うかもしれないですよね。お相手的には週に1回ぐらい連絡できればいいかなとか、例えば LINE やり取りしていてもラリー続かなくてもいいかなって、返信する必要ないかなって自己判断で返信しないまま自分の中で完了していて、あなたとしてはラリーしたいから、なんで返信くれないんだろうって、いつまでもラリーしたいのにっていう、そういうズレがあったのかもしれないし、お相手の中でもそんなにマメじゃないんじゃないかなって思うんですよね。いつもこう返信返すとか LINE でもスタンプ返すとかじゃなくて、なんか自分の中で終わりって思っちゃったら一旦そこでストップさせちゃうようなところがあるから、あなたの方からしてみたらちょっと物足りないなとか冷たいなっていう風に思ったかもしれない。でもしくは天の弱になんかバスンと言われて深く傷ついてしまっているとか、なんかね、傷ついているっていうあなたっていうのが見えてきているんですけど、これからそのお相手の方で、周りの人たちの協力もあってこそなんですけど、自分一人ではあなたに返事することが、連絡することができなかったんだって、でも連絡したよって、連絡する、なんか連絡した方がいいんじゃないって言われるって、それで連絡しようって思って、やっぱりね、こう気持ち決めて連絡しようと思って連絡したんだとか、あとはこの人の中ではその返事しなきゃっていうふうに思ってなかったかも、連絡しなきゃって思ってなかったかもしれない。自分の中ではそこで自己完結していて、また次あなたから連絡来たらその時ね、返す必要があれば返そうかなっていうふうに思っていたとか、そういう感覚かなだったと思うんですけど、でも周りにね、あなたが傷ついてるよってことを聞いたのかもしれない。それでそういうことしちゃったんだってことに気がついて、これは連絡しないといけないっていうことで、ごめんねっていう風に連絡が入ってくるんじゃないかなと思います。ただそこはそのお相手が頑張るべきところよねっていう風に出てきているんですよね。勇気がいると思います。連絡取ろうって、あなたに連絡取ろうっていう風にカードが出てくるということは、やはりあなたの気分を害するようなことや傷つけるようなことを言ってしまったんじゃないかなとは思います。もしくは言わなかった、言わないからモヤモヤする、傷つく、言ってほしいっていうことに関して、あなたが本当に望んでいる答えを出していないとかもしれませんですね。ではこれからカップの9とかも入っているので、その勇気を出すところまでが長いけど、勇気を出したり周りの人の助けがあってようやく連絡した後っていうのは、だいぶこの人の中で気持ちが軽くなるよっていう風に出てきているんですね。いや、悩んだりとか頑張ったりとか勇気持って連絡してよかったっていう風に思えるので、
ここはこの方にね、ぜひご自身の中で頑張ってやり遂げていただきたいなと思います。勇気を振り絞ってあなたに連絡した、傷つけちゃった、怒ってるんじゃないかって思ってるけどごめんねっていう一言が言えたことによって、あなたもだいぶ納得するというか、連絡くれたこと自体が嬉しいっていうふうに思えると思うので、今までしょぼんとしていたんだけど、お相手からごめんねっていう言葉があるだけであなたの心が温かくなっていくよっていう風に言われてるし、お相手もあなたに対してこのほのかな思いっていうのがあるんですね。ここの手の上にろうそくがあって、この温かさっていうのを感じてるんです。あなたからもらっている温かさとか、そういうのをもらっているっていう自覚はあるから、あとはこの火を絶やさないように自分でしっかりと受け止めて、火が消えないようにねしなきゃなって、風よけしなきゃなっていうふうに思っている。それがあなたへのお気持ちです。そしてここジャッジメントのカードが出てるから、その勇気を出してあなたに連絡することっていうのは、今まで何とかやろうと思っていたんだとか、自分の悪い癖ですよね。その自己完結してしまって返信しないとか、それはあなたの方から返信してって求められていないからっていうお相手の言い分もあるかもしれないんだけど、今まで何度か連絡しようと思っていたけどなかなかできなかった。だけど周りの人の協力もあって連絡しようっていうふうに思って、何回かチャレンジしようと思ってできなかったことをやっとやり遂げるんだって、何度かね連絡しようと思ったんですよ。だけどそれは連絡しようって思ってるだけで実際に行動に移してこなかったんだって。結局連絡するのって周りの人がどうこう助けてくれても、自分の手で連絡しなければ連絡できない、しないってことになっちゃってるから、やっぱり自分なんですよね。周りの助けがあれど最終的に自分が乗り越えていく壁ってこの人の中にあるから、それを乗り越えるとあなたもお相手もだいぶ柔らかい風っていうのが吹き込んでくると思います。頑張ったよって言ってくると思うんですよね。はい。で、アドバイスカード、ソードのクイーンのカードです。ここはあなたも遠慮しないでお相手と一緒に話し合いましょう、面と向かってお互いの意見を聞こうじゃないかっていうことで、ここはね追求していってもいいような気がするんですよね。お相手から連絡来たら責めるんじゃなくて、これからのことについて話し合いましょうとか、私はLINE だったらあなたがもし負担じゃなければ私はラリーしていきたいんだけどとか、あと他にもね、私が返事をくださいって言った時は返事くれると嬉しい、できれば1週間ぐらいの間以内にくれるととても私の心が穏やかになりますっていうことを伝えると、できる限りね妥協点を見つけて、お相手とどんな風に連絡のやり取りすればお互い妥協できるのかなっていうところですね。あんまり毎日と常日頃ラリーしたいっていう風に言われると、この人も負担になっちゃうと思うから、どこまでが妥協し合えるのかってところをこの後じっくりと話し合う。で、向かい合って本音でちゃんと話しましょうっていうところで、お相手にその答えを求めていくのがいいんじゃないかっていうふうに出てます。またお相手もあなたがもしそれを求めるのであれば話し合いに応じていくと思うんですよね。ではここで見ていきます。もしお相手から連絡来る前にあなたの方から連絡するんだったらどういうふうに連絡すればいいですかっていうことで、まず、数字もらっていきます。私の方から連絡するんだったらどうですか、飛んできたのでもらっていきましょう。3です。3のつく日、3のつく時間、また3週間後や3っていう数字を参考にしてください。やっぱりね、周りに人がいる場所でお相手と会うとか連絡を取るときに自分が冷静で連絡取れるように、一旦打ったメールを誰かに信頼できる人にね確認してもらったりとか、感情的になってないかどうか1日置いて自分で振り返って書いたメールをもう一度読み返して大丈夫そうだと思ったら送ってみるとか、第三者を挟んでいくのもありかなとも思うし、一旦時間を置いて冷静に見つめ直してメールを送ってみるっていう、連絡取ってみるっていうのもいいと思います。実際会うんだったら一番最初は2人きりで会うんじゃなくて、周りに人がいる場所で会う、カフェとか街中とか、2人きりになる場所では会わない方が
マイナスな感情に飲み込まれないような気がします。そうですね、まず自分自身の心を癒さないと連絡自分からあなたからも取れないですよねっていう風に出てきてるんですね。もう少しカードもらいましょう。あなたが自分の心を癒して落ち着きさを取り戻したら、3のつく日時を参考に連絡取ってみてくださいと。はい、待ち続ける日々が出ました。待っているのもまた一つの手ですよって、あなたから連絡するのではなくてお相手から来るのをずっと待っている、これだけ待っていても苦しいんだよっていう方もいると思う。すごく傷ついたよってね。でもお相手から連絡来るまで自分からしないで、周りの人に話を聞いてもらったりとか、いろんなアドバイスをもらうとか、そういう時間に当ててもいい。やがてこの扉が開かれるから、扉が開かれるまで待ってもいいよって、物事が動き始めるまで、チャンスが来るまでずっと待っていてもいい。そういう選択を取ってもいいよっていうのは出てきています。または自分すごく待ったんでっていうふうにお相手に言う。だけど言うときは感情的にならないようになるべく言うといいんじゃないかな。で、物事が動くのと、あと待つのと、静と動とね、2つ分かれたので、ここから先が分かれ道になっていくんじゃないかなと思うんです。物事は動いていきます。あなたも動き始めていくと思うんだけど、心が待つ、心の中で待つのか、例えば連絡取ってみるんだけど返事が返ってくるまでにしばらく待つのかもしれないし、次返事返ってくるまではおとなしく待っておこうって思うのかもしれないし、または物事が動き始めるまで自分からは連絡しないようにじっと待つのかもしれないし、1枚タロットでもらっていきましょう。私から動くとしたらっていうことでソードのキングのカードが出てきてました。まず周りの方々、そしてお相手、そして2人のこと、大切なことをお互い伝え合って、そして今2人が学びの時期に入っていますと。ソードのクイーン、ソードのキング、コミュニケーションの仕方を見直してみましょう。面と向かって会って話すのか、メールを打つのか、電話をするのか、でこれから先のコミュニケーションの仕方、回数、頻度、あと濃さ、軽さ、重さとかね、そういうどういうコミュニケーションだったらうまくいくんだろうとか、あとこの人が何を考えてるのかっていうのをどこまで深く知っていけばいいんだろうとか、どこまで見せてくれるんだろう、本音を見せてくれるまで私は待つよっていう方もいるだろうし、いや本音教えてよっていう風にもうそろそろきちっとはっきりとしようっていう風に動こうと思う方もいると思う。この静と動のあたりのバランスですよね。お相手とあなたのバランスもそうかも。片方が動いて片方が動かないとか、そういうバランスがちょっと合わないかなっていうところを感じるので、でもね、これから先穏やかに物事が流れていって頑張ってきてよかったねっていうような近未来流れになっていくんですね。なのでまずあなたができることっていうのは自分自身を癒すことです。その後にお相手を癒すような言動をすること、なるべく責め立てないとか、なんで連絡くれないとか、なんで冷たいこと言ったとか、そういうことを言わずに、多分お相手も頑張って努力したんだっていうことを感じられると思うんです、あなたも。だからそこはぐっとこらえて、言いたいこといっぱいあるんだけどこういう不満とか愚痴はちょっと引っ込めておいて、一つ二つぐらい言っておいて、あとはしまっとこう。そして妥協点を見つけることです。まず最初に自分の心の癒し、その後に何を動かして何を動かさないのかっていう判別をすることっていうのがポイントですね。では好転アドバイスもらっていきましょう。より良い流れをつかんでいくためにっていうことで、オラクルカードを1枚もらっていきましょう。はい、こちらのカードです。オニキスのカードです。魔除けの石ですね。そして最強な魔除け、不運を、不幸なことを跳ね返し、そしてこの先の未来確立させてくれます。今は試練の時なのかもしれないですね。あなたの中で苦しさを感じている時だと思うんですね。そしてこちらキーワードがバランスを取ること
っていう風に出てるんですね。引用のバランスを整えましょう。迷いを断ち切り、凛とした集中力、潜在能力、判断力、運動能力を授けてくれるオニキスの力を借りましょう。強い意志で困難にも冷静に立ち向かい、継続して取り組む強さを与えてくれます。そしてグランディングすること、大地の力を持つこのオニキスの力を借りましょう。守護してくれます。グランディング、基盤を作りましょう。自分自身の基盤、今多分ぐらついてる、傷んでるので、傷んでるところを補修してあげてください。そしてお相手との関係の基盤作り、もう一度立ち返ってどういう風にしていけばいいのかなっていうのをお相手と話し合う機会をいずれ持つことが出てくると思うので、その時のためにまずは自分の基盤を整えておいてくださいという風に出てきています。そしてこちらチャクラは第一チャクラ、ルートチャクラですね。こちらは尾骨のあたりに位置しているチャクラで、安定や安全、自分の基盤などに関わっています。第一チャクラのバランスが崩れている状態というのは、不安感や安全への恐れが強くなったり、物質的な不安が増すことが出てきます。落ち着かない、現実的な問題に対処する力が弱くなるなど、自分の基盤の力が揺らぐことが出てきます。バランスを整える方法としては、赤い光をイメージしながら、この尾骨のあたりにエネルギーを集中させましょう。瞑想しましょう。あとは足を使う運動、ウォーキング、立ちポーズをするヨガなどもおすすめです。自然の中でゆったりと過ごすこと、地面に素足で立つこと、地面に足をつけた感覚を得るなどもおすすめです。はい、ぜひこの今の3点取り入れてルートチャクラを整えてください。ではお選びいただいたオラクルカードからのメッセージです。こちらカーディー B のカードは、あなた自身、パーソナリティ、個性、性格を表しています。今あなた、己っていうところで、自分らしさっていうのは本来あなたを輝かせるべきものであります。あなたに影を落とすものではありません。自分に自信がなくなっていますか？はい、そして基盤、グランディングっていうカードも出てきたので、今その自分がね揺らいでいるっていうのが出てくるので、あなたはあなたらしくいていいんだよって、凛として強くいてくださいっていうメッセージも入ってきたので、ここね、ぜひ自分を癒して、もう自分のままでいいんだっていう風に思えるようになるまで自己肯定感を高めていってあげてください。今自分自身に癒しが必要な時っていう風に入ってきましたね。傷ついているから現実あまり見たくないなっていう風に思っているところもあると思います。ぜひこちらのメッセージもお受け取りください。今回は音信不通、あの人から連絡は来ますかということに対してイエス・ノーをはっきりと出していって、その後の展開を見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。今回のテーマは、音信不通、あの人から連絡は来ますかということに対して、ズバリイエス・ノー答えを出していきます。よろしくお願いします。では、トランスペアレント、オラクルカードを使って、まずシャッフルしていきます。こちらから2枚カードを出して、お互いのお気持ちっていうところを見ていきます。照らし合わせていこうと思います。1枚目があなた、2枚目がお相手ということで2枚カード出していきます。そして音信不通、長い間連絡取れません、既読スルーです、未読ですっていう方もいらっしゃると思いますし、あと連絡取れなくて1週間経ちましたっていう方もいると思います。今まで仲良く連絡していて突然連絡途絶えちゃった、どうしてるんだろうっていう風な方もいらっしゃると思うので、ここは深く見ていこうと思います。はい、まずはカットして、はい、こちらからもらっていきます。はい、まずこちらがあなたのお気持ち。はい、そしてお相手ですね。
れで見ていきましょう。あなたの方がヘビのカードですね。そしてお相手の方がワシ。今この2枚を見る限りだと発展していくっていうのが伝わってくるので、今連絡取れていなかったとしても連絡取れそうな気もするんですよね。またお互い連絡取り合おうって思っているお気持ちもあるんじゃないかなと思うんですね。あなたの方で落ち込んでいたんだけど、やっぱりここからもう一度立て直して連絡取ろうとか待とうっていう気持ちが盛り返してきたところっていうのが伝わってきますし、お相手の方で今上昇中っていうのが入ってくるので、例えば今まで連絡取ることに対して集中できなかったようなことがあったんだけど、今集中力高まってるので連絡しようって思っているんじゃないかなとも思うんですが、もう少し見ていきましょう。あとね、わしのカードって勇気も表すんですよ。シャドウキャットからもらっていきます。はい、まだ痛む古傷っていうのがお相手のところに出てきています。まだ痛みから抜けきれていないとか、そうですね、考えている、過去起きたことにとらわれていたりとか、連絡取れなくなってからのお気持ちとかなので、なかなか前を向けないとか、まだ癒えない傷があるっていうのは出てきています。で、あなたの方はお相手に合わせるっていうのが出てきているので、お相手に合わせて自分で変化させていこうかなって、対応していこうかなっていうのが思ってるんだけど、合わせすぎな面もあるような気もするんですが、あなたがそれで大丈夫なのであればそれでいいのかなとも思うんですけど、お相手のね、この痛む傷っていうのが少し気になるので、それが癒えてからじゃないと動けないんですよってことが言われているんですね。だから自分がわしのカードね、焦点を定めて勇気を持って動いていくために傷を癒す必要があるよってことを教えてきてくれています。そうですね、お相手、あなたがお相手に合わせすぎてしまってるような気もするんですが、でもそれでも私いいんだって、お相手に合わせて寄り添っていきたいんだっていう気持ちがもし強かったら、それでも大丈夫っていう風に出てます。ヘビのカードで、あなたがね、臨機応変に対応していこうっていう気持ちがあったりとか、お相手を癒したいっていう気持ちが強いので、まずはこのエンジェルアンサーカードから実際お相手から連絡来ますかっていうところでもらっていきたいんですけど、やっぱりこの痛む傷ってじゃあ何って思いますよね。でも痛む傷については深く後から見ていきます。まず最初にこちらアンサーもらっていきましょう。この中にイエス、ノーも入っています。で、ポジティブなカードが出た場合はイエスとしてもらっていきますし、はっきりとノーと出る可能性ももちろんありますし、ちょっと待ってとかいろんな答えが入ってますので、それに合わせて、状況に合わせてこの後のカードの展開を変えていこうと思います。お相手から連絡来ますか？はい、答えもらっていきましょう。こちらのカードはですね、考え直しましょうっていうカードなんですね。今、考え直す。どっちで取っていこうかなと思います。今、あなたが考えていることに関して考え直してくださいっていうことなんです。イエスでもないし、ノー、お相手から連絡来ますか？考えていることは一度検討し直してくださいっていうことですね。なので、連絡来るかどうか、お相手から連絡来るかどうかっていうことに関しては見えづらいな。はっきりイエスではないけど、考え直すことによってまた新たな道や新しい可能性や答えが出てくると思うので、今一度待ちましょうっていうことです。なのであなたから、動くことに関して検討するべきなのか、待つことを検討して動くのかっていうところをはっきりしたいなと思っています。お相手が動くか動かないかっていうのは
正直そこ今イエスノーを出していないかなって思うんですよね。なのでちょっと一度悩みますね。エンジェルアンサーもう1枚もらっていきましょうか。で、考え直しましょうって言ってることは何なのかってことに対してまず1枚もらっていきましょう。何について考え直してくださいって言ってるのか、あなたが考えていること、はい、連絡来るっていうことに関してはあまり期待しないでください。今はっていうことですね。考え直してください。お相手の方も1枚出しましょう。まだ受け取る時ではありません。でもノーではないんですよね。お相手の方はそうですね。ちょっといろいろ考え事して計画立てているところだよが入ってきているので、もうちょっと時間かかるかもねってお互い顔色伺ったりとかしているので、あまり期待しないで今は待っていた方がいいのかもしれないっていう風に入ってきていますね。では、そうですね、お相手から動く動かないの答えが、検討する、考え直すっていうことなので、そうですね、考え直すってことなので、考え直すって言ってるのはお相手が考え直すっていう答え、お相手が連絡するっていうことを考え直しているっていうことですか？連絡しようと思ったけど連絡するのやめたとか、連絡しないと思ってたけどやっぱり連絡しようって考え方が変わったっていうことですか？このカードを持っていきましょう。天使に尋ねましょうっていうことで、あまりはっきりしないなっていうことでエンジェルアンサーここまでにしときましょう。あまりはっきりしないですね。天に身を任せるとか、お相手が気持ちがクリアになったらとか、その傷が癒えたらっていうことで、傷っていうところに焦点当てようかなと思います。傷が癒えたら動いていく、状況が改善されていくとか、明るい方に流れていくでしょう。気づきがお相手のところで出てきます、生まれてきますよっていうふうに言われているのと、まだこの焦点が定まっていないお相手の中で連絡しようっていう気持ちが固まっていないとか、かもしれない。自分の傷に目がいっていてまだ状況よく見えていないとか、そういうこともあると思います。今まだ期待しないでくださいっていう風に見た方がいいんじゃないかなと思いますね。お相手が連絡しようと思ってしないと思ったのか、しないと思ってるのにしたいと思ったのかっていう答えに関しても天使に尋ねましょうなので、お相手自身もまだはっきりと見えていないものあるんじゃないかなと思いました。で、お相手の傷ってじゃあどこにあるのっていうところをまずタロットカードでもらっていきましょう。深く見ていきます。お相手まず傷、どこに痛みを覚えているのか教えてください。それはあなたとお相手との間で起きたことなんじゃないかなと思うんですね。または過去の痛み、お相手が感じる傷を教えてください。出ましたね。すみません。タロットカードは正位置で採用します。はい、13番お掃除のカードと、いわゆるですのカードですね。はい、断捨離する、自分の心をきれいにしてるんですよっていうところだから、本当に傷を癒そうとか痛む傷を取り除こうと思って自分の中で今一人でね、部屋の中で自分のお部屋、心の中のお部屋をきれいにしてるんですっていうことがお相手の答えです。自分の身の回りの環境かもしれないし、心の痛みかもしれないけど、その身の回りのことをきれいにしなければあなたに連絡しないっていうふうに決めてるんじゃないかなと思いました。はい、つまりは傷が癒えたら、その傷って何ですかって言ったら、自分の中の今断捨離しているところだと本当に必要な気持ちや環境だけを残したい、人間関係をリセットしているっていう方もいるかもしれないし、今自分の環境を整えているっていう方もいるかもしれないですね。そしてプラスワンドのキングもここに出てきているので、自分の心を
どうやって輝かせていけばいいのか、もちろん環境を整えるとかリセットするっていうのもそうだし、大事なのは自分の心に従いたいよねっていうところなんですよね。自分らしくいたい、自分が輝いていたいっていうことが一番この人が今望んでいることで、その傷は一体何なのか。一度心の中がかき乱れるようなことが起きた、過去に起きたんじゃないか。じゃああなたのことに対してはどういうことを思ってるの、あなたについてのお気持ち見ていきます。今あなたのことはどう思っていますか？はい、今あなたのことに対してはどう思っていますか？カップの5番です。悲しいっていうのが入ってますね。ただすごくひどく落ち込んでいるんだけど、本当はあなたは連絡待ってるんだよって、あなたっていうところに今目線を落とせていなくて、自分がショックだったこととか傷ついたこととか痛かったことっていうことしか見ていなくて、ここにあなたがいるんだけど、ここ自分がやらかしてしまったこととか起きてしまった出来事、ショックだったこととか痛みとかをね、そればっかり目に入ってしまっていて、あなたに対するお気持ちっていうところに関してもやっぱり悲しいなとか辛いなとか、何か自分の中で終わってしまったなとか、自分の中でね終わってしまったって自己完結していて、そうじゃないんだよってところにまだ目を向けられていないんだっていうところが出てきています。はい。そうですね。まだ勇気が出ないとか、ただでもわしのカードっていうのは上昇していく、上に登っていくカードだし、そうですね、蛇っていうのも再生を表しているので、一度ダメになってしまったものでもまた復活させたいって、そういうあなたのお気持ちがある。次はお相手に合わせていくよとか、そういうところが出てきているし、お相手も傷が癒えれば連絡してくる可能性はあるんですよね。ノーではなくて、かといってものすごくネガティブなカードなのかって言ったらそうでもないので、考え直すことと天使に尋ねるっていうことだから、まだはっきりと答えが出てきていないんですよ。じゃあこれから先近未来どうなっていくのっていうところで、まだ気持ちの整理がついていないよっていうことです。この人の周りで何かあったかもしれないし、あなたとの間で何かがあったかもしれないけど、これから先の未来ってところに焦点を当てて、2人の未来どうなっていくのって見ていきましょう。はい、2人の未来どうなっていく。はい、こちらでもらっていきましょう。未来ね、良好です。良い兆しっていうのが見え始めます。で、すぐに連絡は来ないかもしれないです。正直、ここで出てきているのは。だけど、期待してもいいよっていう風に出てきているので、お約束はできないんだけど、前向きに明るい気持ちで待っていましょう、期待しましょうっていう風に出てきています。これから先の近未来ですね。そうですね。ゆっくりと答えを出してもいいし、今すぐ急がなくてもいい。ただ決めたことっていうこと、決めていくこと、これから決めていくことはお互いで話し合って決めていく大事なことだし、これから先の未来につながっていくことだから、相手ありきで話をすること、お相手にも言えるんですけど、自分で決めてしまって打ち切らないこととか、できるだけお相手と、あとお相手もそうなんだけど、お互いが寄り添って歩み寄って話し合えたらいいなっていうことですね。そして一緒に話し合って決めたことはこれから先の未来へとつながっていくっていうことが言われてるんですね。最後ここワンドの3番で入ってきてるし、ワンドの4番も入ってるので、もっと先になるかもしれないんですが、もうちょっと期待して待ってみてって。そしてやっぱりお相手と連絡取れた時はペンタクル3番ワンドの2番っていうことで、2
2人で話し合って決めていくんだっていうこと、あなたの中でも諦めないでって、自分の中で完結してしまわないでっていうこと、そして今必要なことはつなり人で忍耐のカードです。で、対策のカードがソードの3番だから、いっぱい泣いてもいいよって、ここで今たくさん流してしまってって、だけどしばらくは待つ必要が出てくる、待つ時間が出てくるから、それはしょうがない、受け入れよう、お相手の傷が癒えるまであなたも十分苦しいよね、傷んでるよね、お互いの痛みを、癒しきるまでもうちょっと時間使うよっていうのは出てきています。だからあなたの方でも癒し、その傷をすべてね流して直してしまいましょう。で、お相手のあなたに対するお気持ちっていうところで、このワンドの6番がここに出てきています。自分に自信持って、あなたは周りの人から見ても、そしてお相手、私から見ても素敵な人だから、そのまま自信を持って立ち振る舞っていてほしい。自分に自信を持ってほしいとか、自分を誇ってほしい。で、今自分に自信がないとか、悲しい苦しいっていうところを流し切った後は元気になってほしい。いや、お相手が連絡くれないからこんなに悲しいのよっていうふうに思うんですけど、お相手も苦しいんだって。その過去の痛み、あなたとの間で起きたことかもしれないし、お相手があなたに出会う前から抱えていたことかもしれないんだけど、今すぐは連絡来ないよ。自分自身の整理がつくまで今は期待しないでおいて、だけど近未来は良い流れになっていくよっていうのが出てくる。だから思ったよりも時間はかかると思いますね。ここのあたりはまだお相手の準備不足っていうのも出てくるし、環境のいろんな準備ですよ。すべて込みの準備で、アドバイスカードはあなたが安心して、そしてお相手と一緒にね安心できる居場所をあなた自身が用意しといてあげてって。自分ばっかりが頑張ってるって思うかもしれないけど、あえて動かない時がいい時もあります。辛抱強く待つことで見えてこなかったことが見えてくるようになるでしょうっていうこと。そしてお相手があなたのことを素敵だって思ってることは忘れないでって。お互い痛みを抱えているんだけど、でもね、今は答えは出せないけど、これからね期待してもいいよって、ここね胸弾ませといてっていうのが出てきてるんですね。一人で決めることなく話し合いながら先のこと考えていこう、ゆっくり丁寧に考えていこうっていうことで、3番さん時間かかりますね。時間はかかる。で、じゃあお相手があなたがね今できることっていうのは、自分の傷を癒してお相手がいつでも帰ってこれるような温かい場所を作っておくことなんですけど、そのお相手が傷が癒える時とか、この天使に尋ねなさいって、その自分自身で気づきが得られる時、切り替わってあなたに連絡しようって思う時って、じゃあいつなのっていうところで、ここでトランプでもらっていきます。かなり先です。じゃあいつなのってことで具体的な数字をもらっていきましょう。多分何ヶ月とかだと思うので、何ヶ月単位だと思うので、何ヶ月で数字もらっていきましょう。はい、何ヶ月、これですね。何ヶ月、5ヶ月ですね。5ヶ月後、だいぶ先になると思うんですが、5ヶ月は見ておいてください。ちょっと辛いかもしれない、厳しいかもしれない、でも状況的に環境的に苦しいんだ、お相手も苦しんでるんだっていうことは伝えてきてくれています。それを抜け出す時タイミングがやってくるから、それね、その環境とか心の痛みとかどっちもあるかもしれないし、対人関係のもつれとかもあるかもしれないので、もうちょっと落ち着くまで時間かかりそうですね。5ヶ月っていう風に出てきました。ではアドバイスカードもらっていきましょう。で、あなたの方からも今は連絡するのは控えた方がいいかもっていう風に出てきたので、私から動いたらどうなりますかっていうのは見ない方がいいような気がしますけど、どうでしょうか。今は考え直してっていうカードが全体的に入ってきてるので、あなたが思ってることを考え直しましょうなんです。あなたが自分から動いたらどうなるんだろうって思ってること自体も考え直してくださいって。
でさらに深掘りしても天使に尋ねてくださいっていう風に出てくるので、正直見えないけど失望はしないで、時間かかるかもしれない、半年ぐらいかかるかもしれないけど胸弾ませておいてください。できるだけ心の痛みを取り除いてください。そして自分磨きをしたりとか、待つ時間何してようかなって違うことに時間を当てたりとか、自分がリラックスできる場所やお相手がいつでも帰ってこれるような場所を作っておいてください。かなり苦しいと思います。返事来ないのに自分の心の平和を保たないといけないから苦しい道のりになると思うんですが、でもそれでもね、今は待つことも手ですよっていう風にカードが出てるので、まず動かずにしばらく様子見ましょう。ではアドバイスカードもらっていきます。はい、今のあなたへアドバイスカード、タンザナイトオーラ、神の贈り物の石、物事を修復する方法はいつだってある。そしてそしてシャドウキャットのカードからも1枚もらっていきましょう。はい、1枚もらっていきます。仲間に入るです。周りと自分を比べてしまって自分は孤独だ、一人ぼっちだっていう風に感じてるかもしれません、ね、周りの人は幸せそうにしているのに自分はそうじゃないとか、相手に拒絶されるのが怖いから何も言えない、積極的になるのを狙ってしまうなど、そういう不安に思っている気持ちっていうのが強く働いているかもしれません。今は勢いで動くより少し様子を見て観察して、そして状況に慣れていきましょう。まずは自分は一人じゃないっていうことを前提にね、周りと比べることなく、周りの人は幸せそうにしてるのにってそういうふうに思わなくてもよくて、様子をまず見て待ってねって、やっぱり待ってねっていうふうにメッセージが入ってきていますね。そしてタンザナイトオーラ、修復するっていう言葉が入っています。傷を治す、二人の仲を修復する、物事をスムーズに流していくっていうことがこのメッセージで入ってきます。このタンザナイトオーラは可能性や意欲をもたらし、ひらめきや良い策へと導いてくれます。神の秘密という意味の名前を持つ大天使ラジエルとのつながり、宇宙の秘密や法則、人類の英知や内なる知識の源へ導いてくれます。秘密の天使とつながってるんですね。で、秘密っていうのがやっぱりお相手がはっきりと答えを出さなかったことにもちょっと関係してくるかな。秘密めいてるなっていう感じですね。だけれどもこれ、物事を修復する秘密があったとしても、まだ打ち明けられていない思いがお互いあったとしても、これは天使の意志だから、それを修復する力が宿っていると。天使や宇宙とつながり、そこで修復へと導いてくれる力があると。なのでタンザナイトオーラというパワーストーンを身につけたり、または画像を保存しておいたりとか、イメージすることっていうのもとても大切です。なんか今回ね、エンジェルアンサーも天使とつながるっていうカードが出てきているので、なんかね、インスピレーションとかそのあたりが関わってくるのかもしれません。そしてきっかけとなる時期を1年を通してお伝えします。まず5月の末から6月中旬あたり、そして9月の中旬から10月上旬あたり、あとは11月下旬から12月いっぱいぐらいまでがラッキーチャンスかなというふうに見ます。そしてチャクラは4、5、6とつながっています。ハートチャクラからスローとサードアイまでつながっているので、このあたりのチャクラのバランスを整えていきましょう。簡単に説明していきます。ハートチャクラというのは胸の中央のあたりに位置し、愛や思いやり、調和、感情のバランスに関連しています。そして次、第5チャクラ、スロートチャクラは喉のあたりに位置しており、コミュニケーション、自己表現、誠実さ、真実性に関連しています。
そしてサードアイチャクラ、第6チャクラは額の中央、眉間のあたりに位置しています。直感力や洞察力などを表しています。バランス取れていない場合、崩れている時というのは、判断力や直感力が鈍くなる、精神的に混乱し迷いが生じやすくなる、自分をうまく表現できなかったり、コミュニケーションがうまくできないことが出てくる、自分のことを押さえつけすぎるっていう傾向も出てきますね。そしてさらに愛情を感じにくくなったり、周りとのコミュニケーションに不和を感じやすくなってきます。自分を犠牲にして相手に尽くそうとする傾向が出てきやすくなってくる。なので第4、第5、第6のこのあたりのチャクラや体のバランスを整えていきましょう。どうすればいいのかって言ったら、瞑想することや、あとは胸を開くポーズだったりとか、あと今一度自分の中でエネルギーをコントロールすること、自然の力を借りることっていうのがおすすめです。散歩したりとか風を感じたりするのもいいでしょう。自然を感じる場所でリラックスすることです。またコミュニケーションうまく取れなくて自分の思うことを伝えられないなっていう方は、一度発声練習をするとか、カラオケに行って思いっきり声を出してみるとか、声の調整をとってみるっていうのもチャクラを整えるアドバイスとして入っています。このあたりを意識してみてください。はい、修復するというアドバイスカードでした。ではお選びいただいたオラクルカード、こちらからメッセージをもらっていきます。こちらはモニーラブです。こちらは休息ですね。ピースっていう風に入っている通り、今心の休息が必要な時、癒しが必要な時です。癒すことにより平穏と平和がもたらされます。心と体のバランスが取れると、お相手とあなたのバランスも整っていくようになります。今お二人のバランスがうまく取れていない時だけど、お相手はあなたに対して嫌いとかね、そういうことは出てきていないんですよね。ワンドの6番がここにあなたのところに入ってきているので、あなたに対する思いとしては、やはりあなたは素敵なんだってことをお相手は言いたいし、人から注目集めるぐらい魅力的な人なんだってことをお相手は言いたいんですよね。だけど噛み合わない、うまくいかない、なかなか抜け出せない痛みがお互い持っているっていうことで、今はまたこのがっかりしてしまうことに目を向けてしまいやすくなっているお互いが。なのでまずはそれぞれが癒しの時間を持って傷を癒し合って、そしたら徐々に2人が近づいていくタイミングが訪れていく。それは5ヶ月ぐらいかかるかもしれないということで、ちょっと長いなっていうふうに思うかもしれないんですが、天使の導きがあるよっていうカードが2枚も出てきているので、天に身を任せて、待つことも大事だよっていうふうに出てきていました。ぜひお受け取りください。今回は音信不通、あの人から連絡は来ますかということで、3番さん、少し辛口の内容も入ってきていたんですが、イエスともノーとも取れないような、そんなお相手からの返答ということでお受け取りいただけたらなと思います。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。今回のリーディングは以上となります。音信不通のお相手、あの人から連絡は来ますかということで3択でリーディングしていきました。今回は一部辛口含まれました。ご了承ください。はっきりと連絡来る来ないっていうことで出していって、エンジェルアンサーカードを使って答えを出して、お相手のお気持ち深掘りしていくっていう内容で、その連絡来る可能性があるかないかによってその後のリーディングを変えていきました。ということで今回こちらの共通メッセージもらっていこうと思います。なかなか連絡取れなくて不安、どうしようっていう方もいらっしゃると思います。ある日突然連絡取れなくなっちゃったとか、今まで普通に会話していたのに最近連絡頻度が減ってきたとか、そして今回は音信不通の方、既読スルーや未読の方などをメインとして対象としてリーディングさせていただきましたので、まだね連絡取れなくなって2、3日なんです、でも不安なんですっていう方もそのままお受け取りいただくことができます。
やっぱり連絡取れない期間が長ければ長いほど返信とか連絡が来るまでに時間がかかるかなというふうに見てもらえればなと思います。では共通メッセージもらっていきましょう。よりあなたの心が軽くなるためのメッセージもらっていきます。はい、1枚もらっていきましょう。ピンクトルマリン、愛のバイブレーションの石、ハートを開き愛に満たされると出てきています。こちらからメッセージをもらっていきましょう。まずこちらキーワード大天使ガブリエル、トルマリンの日本名は電気石、地上でパワフルに完成された石の一つで大いなる宇宙の力です。愛と恋愛について優雅さと女神のような波動を与え導く、恋人を引き寄せたり呼び戻す、問題を解決に導き恐れを穏やかさへ導いてくれる石です。ピンクトルマリン、もし可能であれば身近なところに置きましょう。はい、パワーストーンのエネルギーを借りましょう。難しいよっていう方は画像を保存したりとか頭で思い浮かべるだけでも大丈夫です。そしてこちら天体が金星と冥王星が描かれていること、星座に牡牛座とさそり座が描かれていること、これもラッキーポイントなのでぜひ押さえてください。牡牛座の期間やさそり座の期間、または対象となる人物ですね。あとは天体の動き、金星と冥王星の動きっていうところもホロスコープでチェックしてもいいと思います。チャクラは2と4と7です。なのでかなりここばらつきがありますね。7はクラウンチャクラなので自分の体と宇宙、目に見えない世界とつながる部分、そして第4チャクラはハートチャクラですね。愛情やコミュニケーションを表す部分。そして第2チャクラというのがセークラルチャクラで骨盤のあたりに位置していて、創造性、感情、セクシュアリティ、喜びに関係している部分です。これらのバランスを整える骨盤のバランスだったり、あと胸の開き、猫背になっていないか、姿勢が崩れていないか、そして第7クラウンチャクラになっていくと今度頭頂部のあたりなので考えすぎとか思考が固まっているとか、そういうことも関わってくるかもしれません。精神的なつながりを感じられないとか、意識がはっきりしないとかね、精神的に落ち着かないとか、そういう症状が出やすくなってきます。バランスを整えるためにはどうすればいいのか、基本的には瞑想とかリラックスです。できるんだったらこのチャクラのカラーを取り入れるといいんですが、第7が紫、第4が緑またはピンク、第2がオレンジですねを取り入れるといいんですが、そのイメージしながらでもいいんですけど、ゆっくりと深呼吸をしたりとか、姿勢を正すとか、ストレッチですよね。瞑想してリラックスするとより体がほぐれていいと言われています。はい、または自然に触れるっていうのもいいっていう風に言われているので、ぜひリラックスしてこちらのハートを開くで愛を満たす、恋人や愛を取り戻すというメッセージをそのままお受け取りください。今回は共通メッセージをもらっていきました。ぜひ皆さんの元へより良い流れが来ますように応援しています。では今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。